Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。如果喜欢，请订阅、按赞。温馨提示：本片下半部是日语版本，请可以忽略。今天分享的题目是未亡人3月精选。第一部是 KB2031， 女主角是米仓穗香。穗香饰演一位教师，她的丈夫健次因为早前遇到意外而过身。深爱丈夫的穗香一时间不能接受这个事实，导致她每天都郁郁不欢，过着行尸走肉的生活。一天，穗香在街上重遇从前的好朋友Mike，他是一位外语教师，8年前到穗香的学校任教。他与健次因此成为了 Mike 的好朋友。后来因为 Mike 离开了学校，大家亦停止了联络。今次重遇穗香，并得悉健次的死讯， Mike 亦尽好朋友的责任，悉心照顾穗香，让她的生活重回轨道。早上 Mike 为穗香预备了早餐，餐桌上放满了大大小小的香肠。导演是在恶搞吗？好像在告诉穗香，今天拍摄会有不同的香肠吃哦。之后剧情发展如何？当然是日久生情，好戏连场啊。下一部番号是 HBAD558， 女主角是藤森李穗。在片中，李穗饰演一位丈夫刚过身的寡妇。李穗正忙于打点丈夫的丧礼，同时各亲友都前来凭吊。就在此时，一位陌生男人出现在家门口。原来这个男人正是丈夫的父亲中田一平，也就是李穗的公公。这位父亲在丈夫小时候因生意失败欠下巨债，迫于无奈抛妻弃子，人间蒸发。现在到访的原因是想送儿子最后一程。因为中由一平在众人面前表现出极致内疚态度，终于得到个人的原谅。当丧礼完结，众人都准备离开，此时公公提议留在家暂住一晚，以便帮助李穗急送儿子最后一程。李穗初时犹豫不决，后来被众亲友说服让公公留宿。天真的李穗又怎会知道，原来公公是一只披着羊皮的狼呢？此片结局出人意表，大家可以看到最后1分钟啊。下一部番号是 ADN267， 女主角是明里抽。明里抽饰演一位家庭主妇，因为一天赖床，耽误了为丈夫预备早餐的时间。匆忙出门的丈夫因为乱过马路，发生了交通意外并导致身亡。明里抽一直怪责自己，丈夫的死是自己一手造成。好不容易过了1年，完成了丈夫过身1年的纪念仪式后，回家时遇上了住在邻舍的大学生蓝井优太。他告诉明里抽，他也想借此机会为死者上香。明里抽不疑有诈，便让优太入屋。怎知上香后，优太及时向明里抽表白，原来他一直暗恋着明里抽，只可惜明里抽怎会接受这位小弟的爱？优太发觉软攻不奏效，于是进行硬攻了。当看到这里，我真的想象着屏幕大声说，小弟，香不是插在这里的呀。下一部番号 XRW951， 女主角是美孝佳奈。在片中，美孝佳奈饰演黑帮组织美孝组的组长夫人。有一天，美孝组组长被狙击致死，美孝佳奈痛失丈夫之余，也承担了先夫的责任，和剩下的组员一起保护组织。虽然佳奈外表坚强，其实内心极需要人疼爱，因此爱上了干部片山邦生。后来片山因为某些原因逃到了海外，与此同时，美孝组的高级干部泽德出狱了。泽德出狱后的首要任务，就是要把击杀组长的凶手找出来。岂料在调查过程中，发现了组长各样的秘密。片中的美孝穿起和服，加上背后的纹身，令我想起以前一本日本漫画，泪眼煞星的虎青兰。不知道大家有没有看过这本漫画呢？好了，今天的分享就到这里，如果喜欢，请订阅、按赞及打开小铃铛。多谢收看，下次再见。まず、お詫び申し上げます。このビデオは、日本語音声版の最後のビデオになります。良い果てが良くないので、最初の日本語版のビデオが作られてから、私の日本人の視聴者は 50% 減少しました。明らかに、皆さんはそれが良きではありません。
日本語が Google、または私が選んだ AI の声で翻訳されているからだと思います。最初は漢字を英語に翻訳してから、英語を日本語に翻訳したので、意味が歪んでいるのかもしれません。日本の文化や日本語を軽視することを意味するものではありません。実際、私は日本の文化が好きで尊敬しています。とにかく、必要に応じて英語字幕を用意します。もう一度、お詫び申しのぼせげます。何か考えがあればコメントを残してください。こんにちは、私のチャンネルへようこそ。気に入ったら、購読して、いいねを押してください。今日共有されるトピックは、未亡人。3月の選択です。最初のビデオは KiloByteI031 で、ヒロインは、米倉ほのかです。米倉ほのかは先生です。夫の賢治は先に事故で亡くなりました。夫をとても愛している、米倉ほのかは、しばらくこの事実を受け入れることができませんでした。そして、彼女は毎日落ち込んでいると感じました。ウォーキングデッドの生活を送る、ある日、米倉ほのかは路上で彼女の給油マイクに再び会った。彼は外国語の先生です。彼は8年前に、米倉ほのかの学校で教えました。したがって、彼女と賢治はマイクの良い友達になりました。後で、マイクが学校を去ったので、彼らはまた連絡をやめた。今回も、米倉歩行に会いました。そして賢治の死について知って、マイクは親友の責任を取り、世話をすることにしました。米倉ほのか。彼女の人生を軌道に戻す。朝、マイクは、米倉ほのかの朝食を用意しました。テーブルは大小様々なソーセージでいっぱいです。映画監督はからかっていますか？米倉歩行。米倉ほのかと言いたいようですが、今日の撮影では、様々なソーセージを味わうことができます。その後、プロットはどのように発展しましたか？もちろん、それは良いラブストーリーであり、良いショーです。次は HBAD558 です。ヒロインは、藤森里穂です。映画では、藤森里穂は夫が亡くなったばかりの未亡人です。藤森里穂、夫の葬式の手配で忙しい。同時に、すべての親戚や友人が悲しむようになりました。現時点では、見知らぬ男が家のドアに現れた。この男は夫の父親、中田一平であることが判明しました。つまり、藤森里穂の義父、彼女の夫が子供の頃、父親は事業の失敗により巨額の借金を負い、彼の妻と子供たちを捨てることを余儀なくされ、その後ろ姿を消した。今訪問する理由は、最後に息子のために悲しむためです。中田一平はみんなの前で非常に罪深い態度を示したので、誰もがついに彼を許します。葬式が終わったら、誰もが去る準備ができています。この時、皮膚は一晩滞在することを提案しました。彼が、藤森里穂を助け、最後にもう一度イキ子のために悲しむことができるように、藤森里穂、最初は躊躇していましたが、しかし、彼女は親戚や友人に説得され、皮膚を一晩滞在させました。罪のない、藤森里穂はどうやってそれを知ることができたのか。彼女の義父は実際には羊を装った狼ですか？この映画のエンディングは予想外でした。あなたは映画の最後の瞬間で見つけることができます。次は ADN267 で、ヒロインは、あかりつむぎです。あかりつむぎは主婦で、ある日、目が覚めたので、夫の朝食の準備を遅らせました。夫は急いで仕事に出かけ、交通に注意を払わずに急いで通りを渡った。その結果、交通事故が発生し、彼は事故で死亡した。あかりつむぎはいつも自分を責めてきました。夫の死は自分自身によって引き起こされたということ。1年が経ちました。夫の1年の死の記念式典を終えた後、家に帰ると、隣に住む大学生の蘭糸部に出会った。彼は、あかりつむぎにもこの機会を利用して夫に悲しみを伝えたいと語った。ためらうことなく、あかりつむぎは、蘭葉部が彼女の家に入るのを許した。式典の後、蘭葉部はすぐに、あかりつむぎに告白しました。彼は一目で、あかりつむぎが大好きだと彼女に話します。残念ながら、あかりつむぎはどうやってこの弟の愛を受け入れることができたのでしょうか。蘭葉部そっと聞いても聞かないことに気づいたので、今回は無理やり押し込むことにしました。次は XRW951 です。ヒロインは、三崎環奈です。
映画では、美咲カンナは、ギャンググループ、美咲カンナのリーダーの妻です。ある日、美咲グループのリーダーが居殺された、美咲カンナが夫を亡くしている間、彼女はまた夫の責任を引き受けました。残りのギャングメンバーで組織を保護します。美咲カンナはタフに見えますが、実際、彼女は人々が彼女を愛することを切実に必要としています。それで彼女は幹部、片山邦夫に恋をしました。その後、片山邦夫はなぜか海外に逃げた。同時に、美咲グループの上級幹部である、セチが刑務所から釈放された。セチ、刑務所から釈放された後の最初の仕事、ギャングリーダーを殺した殺人犯を見つけることです。意外なことに、調査中にチームリーダーの様々な秘密が発見されました。今日の共有。よかったら、購読して、いいねを押し、通知をオンにしてください。ご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。